こんばんは、OK ジャパニーズです。今日も外からお届けしております。前回ね、川の近くで撮りました。で、川の近くで撮ったポッドキャストが、いいよ、結構いいよ、好きですっていう言葉をもらいました。ありがとうございます。だから嬉しいので、もう一回撮ってみます。今はね、横浜の近くに、来ています。もうすぐまた5時になりそうですね。夕方、なりそうですが、もう今日は夕日は出てこないかな。今日は曇りですからね。曇りだからあんまり夕焼けにはならないかもしれないですね。この公園は運動をしてる人がたくさんいますね。ランニングしてこうぐるっと一周して何メートルあるんでしょうかね。とても走りやすいコースになってるんじゃないかななんて思います。はい、今日はスポーツについてちょっと話しましょう。スポーツね、皆さん好きですか？どんなスポーツをしますか？テニスをしますか？野球をしますか？サッカーで運動しますか？それともバドミントンね。僕はね、昔テニス部でした。部活はクラブですね。テニスクラブに入っていました。その入っていった長さ、3ヶ月ぐらいですね。3ヶ月短いですね。好きだったんですけど、高校生の時ですね。高校に入ってそれまで僕は全然運動をしていなかったんです。運動していなくて、このままではいけない、このままじゃダメだと思ってね、運動してないとこうちょっと暗くなりますしね、性格が暗くなりますし、明るくなりたい、明るくなって、夢のような生活をしたい、夢の高校生活をしたいね。女の子と付き合って運動して明るい生活、それを夢見て高校に入った僕は決めました。運動部に入る、運動するんだね。その時はテニスは人気でしたね。テニスの王子様っていうね、漫画が流行ってましたよ。テニスの王子様ね。それで部活に入る時も1年生ですね。入るのは1年生が40人も入ろうとしたんです。新入部員って言いますね。新しく入る部活の一員、新入部員って言いますけど、40人も集まったんですよね。それで半年後、半分になっていました。半分に減りました。だから20人ぐらいですかね。僕はもうその時はいません。僕も辞めていました。そのね、先生はね、厳しい先生でした。すごく熱意のある先生でね、テニスがとっても好きで、生徒のために頑張ってね教えていました。それで怖いんです。めちゃくちゃ怖い。怒ります。すごく怒る。熱意があるからね、真面目にやれと。なんだその動きは、その動きは何なんだね。僕もですね、先生のトレーニングされたことがあります。ボールを打つトレーニングですね。左に打って右に打って、左右左右ってね、頑張って打つやつですね。それでも僕は打って打って打ってってめちゃくちゃ疲れてヘトヘト、もう足が動かないですよ。そして先生は言いました。なんだその靴は、その靴は何を履いているんだね。僕はその時テニスシューズ、テニスの靴、テニス用の靴を履いていなかったんですね。まだ
始めたばかりでしたから買っていなかったんです。そしたらテニスを舐めているのか、テニスを何だと思っているんだって怒られましたね。そうですよね、靴は大事です。もう僕はすぐ翌日靴を買いに行きました。テニスシューズで、ある日事件が起きます。僕に事件が起きます。その時僕は1年生の友達と練習をしていました。準備をしていましたね。で友達の、ね、N 君も、僕と同じ高校生になってテニスを始める、初めてのテニスね、こう素振りをしていましたね。素振り、こう練習ですね。それですごく早くラケットを持って素振りしてたんですよ。でそのラケットガンっていうのが僕の頭にバーンって当たったんですね。それで僕は1週間部活を休みましたね。その時こうなんか怖かったんですね。もしね、なんか頭の中で何か怖いことが起きていたら嫌だなと思って、あんまり動かない方がいいと思ってね。で1週間休んで、2週間休んで、3週間、4週間、1ヶ月、もうね戻りづらいですよ一回やめたら戻りづらい、戻りにくいねえ、休んでたから、それで僕はやめることになりましたまあね、というのもその時に僕はギターもやっていたんですね。ギターも始めていて、それが面白かったんですね。だから毎日ギター練習して、テニスも練習して、でもギターの方がもっと上手くなりたかったんですね。だからそういうタイミングでもあったんで、もしかしたらね、テニスの神様が僕の頭にラケットを開けてくれたのかな。ラケットを当ててくれたのかもね。お前はギターをやりなさい、あなたはギターをやるべきだ、そういう風なメッセージだったのかもしれませんはい、日本ではね、スポーツ何が人気か、多分一番はサッカーか野球ですね。どっちかな、わからない。でもサッカーと野球が一番人気です。テレビでも野球はいっぱいやってます。サッカーもたくさんしてますね。特に最近はね、大谷選手、ね、日本人の大谷選手が、メジャーリーグですごく強いですね。ものすごい成績ですよね。イチロー以来のすごくニュースになってますね。僕もイチロー選手の時はね、いつもテレビ見てましたね。マリナーズの試合を、かっこよかったなね。ホームランは打たないけどね、盗塁して足が速い足で盗塁していく、かっこよかったですね。だから、日本でも、学校でも野球の授業、サッカーの授業ありますね。あと、バスケットボール、バスケも人気だし、ね、サッカーは言いましたね。バドミントン、ね、テニス、卓球とか、あと弓道ですね。弓をパーンっている、もの、それも人気ですね。あと剣道ですね。刀のようなものを持って面道って言ってやるやつですね。剣道をやっている剣道部の子はかっこいいイメージがありましたね。姿勢が良くて、心がしっかりしている、心がはっきりしている、そんなかっこいい人が多いイメージがありました。で野球部はみんな坊主みんな髪の毛をめちゃくちゃ細くしなきゃいけない。このマイクみたいにもうほとんど髪の毛ない坊主にする、それが野球部ですそういうイメージですよね。だから恋愛とかはあんまりせずに野球に集中、頑張る、ね、泥とか汚れがいっぱいついて頑張る、そういうイメージですね
がありました。今は違うと思いますよ、今はね。でその時サッカー部は髪長いんですよ。髪長いし、なんかかっこいい人が多いんですよね。イケメンが多いんですよ。イケメンとかね、可愛い子とかなんか多いんですよね、サッカー部で。大体クラスでもサッカー部の人が人気です。モテてました、サッカー部ね。え M 君かっこいいんだよな、なんかわかんないけどね。僕はねもう帰宅部になってましたから。テニス部からの帰宅部、帰る部活ね、帰宅部、一番ダサい、一番かっこ悪い、まあ基本的にそう思われていましたね。でもあとは陸上部ね、ランニングとか走ったりね、そういう人たちもいましたね。もうだいぶ日も落ちてきましたね。実はここ今場所すごくかゆいんですよ。蚊がいるのかな、なんか虫に刺されました、多分。虫に刺されてかゆいです。うん、でもね気温はね20度ぐらいですごく過ごしやすいです。いいですね、気持ちいい。外での話すのはいいですね。まあ僕の最近はねウォーキングをしてます。ウォーキングもスポーツなんでしょうか、分かりませんが、ウォーキングが一番ねやりやすいですよね。いつも仕事に行くときに、電車に乗ることもありますが、遠い電車の駅まで歩いて、ね、歩くためにウォーキングのために、そうやって決めています。1日7000歩僕の目標は7000歩歩くことです、ね。7000歩歩けばいいって聞きましたよ、どこかのデータ、何かで読んだんですけど、7000歩歩けば、そこまでは健康にいい。それ以上はあんまり変わらない。こういうふうにどんどんデータが上がっていくけど、7000歩でだいたいゆっくりになる、そういうことを聞きましたけど、本当なんですか？分かりませんけどね、だいたいそういうデータって変わりますよね。新しいリサーチ新しい、リサーチが出ました。実は塩は体に悪いんですとかね、実は塩は体にいい、実は添加物は体に悪くない、実は添加物は体にいい、ワインはとてもいい、ワインはとても悪いとかね、毎回情報に迷いますね。情報に踊らされるね、左に行ったり右に行ったり踊らされるって言いますよね。デマね、嘘に踊らされるとか、そういう風に使います。はい、じゃあ今日はこれぐらいかな。今日も見てくれてありがとうございました。もしよかったら登録、いいねで、ペイトリオンに振り仮名付きのトランスクリプトがあるので、もしよかったら見てください。さよなら。